はい、いて座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は4月後半の星の解説とタロットリーディングをさせていただきます。この4月の後半って17日の新月以降、もうかなり加速してきます。何か一歩始めるっていうのはとってもふさわしい時期になりますので、今回の動画が参考になったらいいなと思っています。そしてこの何か一歩始めるという時の応援として今私の方で春のセールをやっています。私先生術のテキストだとか、講座とか動画講座とかやってるんですけど、もしご興味ある方いらっしゃったら、今全品 20% オフになっていますので、概要欄から詳細ページに飛んで内容を見てみてください。では行きましょう。よろしくお願いします。はい。じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ペンタクルスキング逆、ペンタクルスの5の逆、女教皇逆、ワンドのクイーン逆、ソード10、戦車の逆、ワンドの4ですね。はい。気をつけることや対策が太陽の逆と、ワンドナイト逆、そしてオラクルはこちら、ペンタクルスの6ですね。なるほど。ちょっと先に星の解説させていただきますが、本当に4月の10日以降ですね、だんだんと、例えば13日を過ぎた、10日過ぎてから勢いも増すんですけど、13日ぐらいからなんとなく豊かな感じになってきたり、また15日以降はですね、水星というコミュニケーションや考え方やビジネスにおいての、そういったものを司る惑星も、お羊座に入るということで、17日が新月なんですけどね、この新月とにかくざっくりと言うと4月後半は本当に前に進んでいくっていう動きがすごく強いんです。ですから何に対して動いていくか、何を決めていくかっていうのがとっても重要になります。なので、ちょっとそれもあって4月17日の夜8時半から YouTube ライブをしようかなと思いました。皆さんにこのエネルギーをふんだんにお届けしたいと思っています。そして、さらにはですね、4月の20日以降、太陽が牡牛座に入ってくることによって、いて座さんにとってはちょっと働く環境というものがやっと整ってくるとか、日常生活が、少しまろやかになってくるっていう流れもあるんじゃないかなと思います。で、さらに4月の24日以降っていうのは、24日にね、金星という社交性とか豊かさとか愛情とかお金とかっていうものが双子座に入ってくるんですね。そして、さらにその後26日からもね、待ってましたっていう感じで天王星が双子座に入ってくるので、この金星と天王星という惑星がね、ひっついて双子座に入るっていうのは、いて座さんにとってはめちゃくちゃエキサイティングなんですよ。もうなんか人との関係も楽しいし、豊かだし、なんて言うんだろう、自分がどんどん磨かれていく感じですね。もう出会いを求めている方はもうぜひどうぞっていう感じ。どんどん動けば動くほど出会いがあるし、いろんな刺激もらうし、契約だって交渉だってうまくいくよみたいな感じの時になります。なので、楽しんでいただきたいなと思っています。ちょっと見てみます。それもあってね、ちょっと4月の26日にまたこれは別の、別途有料になってしまうんですけど、お話会をしようかなと思っていますので、それも概要欄に載せていますので、よかったらご覧ください。ちょっとね、星で見たときに、このカードで見たときに、今は、まだおそらくこの動画をご覧いただいているのって4月の15日とか16日とか、の方が多いんじゃないかと思うんですけど、まだ少し、なんでしょうね、環境的な、重さみたいなのはあるのかもしれません。でもそれがだんだんと、ほぐれていくっていうか、少しずつほぐれて整っていくっていう流れになると思っておいてください。結果オーライなんですけどね、とてもね。入り口が、やっぱりペンタクルスのキングなので、いて座の皆さんが考えている自分の理想の形、例えば生活スタイルだったりとか、また仕事での役職だったり、仕事のあり方だったり、人生そのものの自分っていうものがもっとどっしりと安定した流れの中で、ちゃんと整いたいんだみたいな思いがあるかもしれなくて、それに対しては、全然そっちに向かってないような気がするとか、まだまだだってみたいな、そういう感覚があるのかもしれません。要するに自分の理想とする生活とか状況に至っていないという感覚があるのかもしれないなと思いました。でも今までのところ、ここまでのところ、お仕事、特に仕事とか勉強に関しては、すごくよく頑張ってますねっていう風に出ています。これは女教皇というカードで、
本当にいろんなリスクもあるし、できないこともわからないこともあるけど、でも自分なりに一生懸命頑張ったんだっていうカードが出ています。これはすごく、大アルカナっていうカードで強いんですね。なので、これまでやってこられたことが、もしご自身の中で成果が出ていないとか、思うように言っていないと思うことがあったとしても、いや、十分やってますっていう感じ。その結果が出るまでの少し時間がかかるのかもしれませんが、これまでやったことって全然無駄じゃないし、むしろすごくいいこと。ただ本当はあと一歩でとか、あともうちょっと何かが変われば、すべてがうまくいくみたいな、オセロの黒から全部白に変わるみたいなね。なんかそういう感じなんですけど、まだそれが全部ひっくり返ってないみたいな感じがあるんですよね。で、今のところ、現状のところでもワンドのクイーンが出ているので、これは、何か自分が熱心に取り組んでいることがあるっていう感じなんです。で、その何か熱心に取り組むことを仕事でも趣味でも、なんか自分のためになることを頑張ってるってとっても素晴らしいことなんですけど、なぜかそれを自分ではできていないというように感じているのかなと思いました。私から見るとすごく逆位置が多くて、特に気をつけることとして言われているのは、このペンタクルスの5っていうカードが出てるんですね。これは本当にね、前も出てきたかもしれませんが、自分の価値を見失っている時によく出てくるカードです。もう明らかにそこに価値があるのに、自分だけがそれを見えてないみたいな、そんな感じで、メガネをここで乗せたまま、メガネがないない言ってるみたいな感じで、自分がこれまですごく、ちゃんとやってこられてますよっていうの出てるけど、いや、全然ダメだ、みたいな。なんかまだまだだっていう感覚、まだ足りないんだって感じがあるかもしれません。そして、ここからですね、なんかいきなりこのソードの10というカードが出てるので、何かもしかしたら、ガツンと何か気づくことがあるのかもしれませんね。前回のね、リーディングで、前半のリーディングでも、仕事においては何かを手放すとか、気づきがあるよっていうふうに言われていたと思うんですけど、一つは、なんかちょっと、まず可能性としてはですね、健康のことです。体のことちゃんと見ましょうねっていうのもあります。これ絶対なんか怒るとかいうことじゃないんですよ。ただ、今、私から見ると、ここまでの流れって伊手さん順調なんですね。とっても。だけど、自分では全然まだうまくいってないとかできてないみたいな思いから、無理に自分を鼓舞して、なんか必要以上に頑張ろうとするとか、もう十分なのに、まだまだっていつまでも追いかけることによって、体が値を上げるっていうことはあるんですよね。もしくは、ちょっと強制的にストップさせられるみたいな感じで、ちょっと休みましょうとか、そんなに焦らなくていいよみたいな、そういったお知らせがあるかもしれません。そのお知らせとして来るのが、一般的に多いのが、熱出しちゃったとか、なんかちょっと今日の体調悪くて、今日は休みますみたいなことになったりする。でもそれは、本当に、なんかできてないのにさらに休むなんてとかいうことではなくて、本当は自分をもっと、ねぎらってあげてほしいというか、落ち着いて自分っていうものを感じてほしいっていう、メッセージだったりするんですけど、ちょっといろんなことが起こりすぎていたのかなって感じがします。で、逆を言えばいろんなことをものすごく器用にこなし続けてきたって感じがあるので、ちょっとだけ休憩してもいいんじゃないですかって感じもしますね。っていうのはやっぱり4月の20日以降っていうのは、一番光の当たる部分っていうのが星で見たときに自分の日常生活とか、自分の健康とかね、自分の職場のあり方っていうことなので、なんか自分がずっと推していたことが、そうじゃなかったんだっていうふうに気づいて、で、ちょっと自分のペースを緩めて穏やかになっていくみたいな感じが出ています。なので、ある人からしたら健康かもしれないし、ある人からしたら職場の環境かもしれませんね。健康は関係なくて。職場の環境っていうのは、例えばもっとなんか人が入ってくれたら、もう少し私は自分の仕事に集中できるのにとか、なんか人がいなさすぎていろんなことを任されちゃってもう手一杯みたいな、もうこれ以上できませんみたいな感じになってる方もいらっしゃるかもしれないし、職場の中の職場とか自分が日常だと思っているこの世界の中の何かが過剰で、ちょっとそれがもうこれ以上は、自分のキャパオーバーです、みたいな感じがあるんです。でもそれでいいんですよ。だって自分の身に合わないことを無理にやる必要ないじゃないですか。なんか自分が、すごい変な例えですけど、私がなんか、
アメリカの大統領になりたいみたいな思って努力するとかありえないじゃないですか。なりたいなんて思ってませんけど、なんかそういう全然自分に合わないことを理想に掲げて、それに向かっていくっていうのってすごくちょっとナンセンスだと思うので、本当の自分が求めているものは何なのかなって、今の特にこの4月末はね、勢いが出てきてしまう時なので、無茶な、願いとかにも走っていっちゃいそうな流れもあるわけなんですね。なので、落ち着いて自分が本当に望んでいることは何かなっていうことに向かっていく時だと思っておいてください。そのためにもしかしたら少し何かに関してブレーキをかけるかもしれないし、もしかしたら職場の中でのちょっと気づきがあるかもしれない。そして、でもこれ結果的にはいいことになるんです。なぜならば、がむしゃらに頑張ろうと思っていたこととか、絶対これをこうしてほしいんだって思っていたことが少し緩んで、そうじゃないのもありかもしれませんね、みたいな気持ちになって、最終的にはワンドル読んで落ち着くよって、平和だよって、満たされてるよっていうカードが出てるので、本当に一人でいっぱいいっぱいになって、無理だってなって、空中分解しそうになるところを、ちょっと待ってって、ちょっとゆっくりねって言って、ちゃんと落ち着きますよというふうに言われています。なので、対策のところでもすごくわかりやすい、カードが出ていて、ここでワンドのナイトっていうカードが出ていたり、ここではね、太陽という明るいカードが出てるんですけど、ワンドのナイト私から見ると逆なんですね。本当は走っていきたいし、本当はやっていきたいけど、そこまで無理して走らなくていいよっていうメッセージだったりするんですね。そして、この太陽の光って、自分たちが走ったから、走った分光が強くなるとか関係ないわけですよね。ただそこに普遍的にあるものっていう感じがあるので、伊手田さんも今、皆さん平等にね、普遍的にこのエネルギーっていうのは与えられている。自分の力をちゃんと発揮できるように与えられてますよっていうふうに言われているので、ご自身がそれを疑ってるだけっていう感じなんです。なのでトータル的に見ると、やっぱりペンタクスの6っていうのは、ちゃんとバランス取れて、収まるところに収まるんですよっていうメッセージだなって思ったんです。なので収まるところに収まるっていうのが一番の、この4月後半のメッセージかもしれませんね。まるで自分がボランティアのように自分ばっかりが何かをしてあげてるような気持ちになるかもしれないけど、でも、それってやる側の特権でもあるわけですよね。よくね、ボランティア活動とか、与える側、与えられる側っていう風な見方をしますけど、与える側は与える側の特権があり、与えられるという喜びがあり、受ける側は受ける喜びがあるだけっていう感じなので、お仕事とか自分が今頑張ってらっしゃることも、頑張る喜びもあるし、それを一時的に止める安心感もあるかもしれない。みたいなね。そんな感じがしました。ちょっとね、お仕事のことを見てみますね。これをもとに。ちょっと4月って人間関係もすごく揺れる時だから、ちょっとね、人間関係とラブメッセージを別で取りたいなと思っていますので、少々お待ちくださいね。ちょっと仕事のことを見てみますね。また出ましたよ、デビル。前回も出てませんでしたっけ？そしてエンペラーですね。ワンドのページっていうことで、とても強いエネルギーがありますね、お仕事に関しては。上司に対しての期待が強いとか、もしくは上司がきつすぎるとか、自分の頑張りをもっと認めてほしいとか、その職場に対しての思いが強いですね。いいことですよ、これとっても。とってもそれだけ今、伊手座さんが持ってるこのエネルギーを職場とかお仕事に向けたいんだなっていうのがすごく出ています。ただ、メッセージとして言われているのは、集中するとか、熱中して仕事をするっていうことはいいことなんですけど、それが何かの歯車が変わってしまって、執着しているとか、どうしてこれをやってくれないんだとか、誰かに対しての、不満というかね、なぜ会社はそうしてくれないんだみたいな、そういうふうに思うとちょっと苦しくなるのかなと思うんです。自分で思考で自分を縛ってしまうからね。だけど、今言われているのは、それだけ熱意があるってことなんですよ、みたいな。仕事に対して自分がやりたいと思う、自分がエネルギーを注ぎたいと思ってるってことって素晴らしいじゃないですか、みたいな感じです。エンペラーっていうのは本当に世界を治める皇帝ですから、その皇帝のエネルギーが伊手座さんにあるってことなんですね。なので、
自分自身に誇りを持ってやってください。その環境的にどうだからとか、こうしてくれたらこうだからってなると思うんですけど、今自分ができることを精一杯やって、それで、誇りに思って自負しておいてくださいっていうメッセージだなと思ったんです。そしてもう一つ、ワンドのページっていうのが出ていて、これはやっぱり、万里の一日にしてならずというか、一歩ずつやっていくしかないよねっていうことで、ご自身が今できること、今日できること、それをこなせば、満足するよみたいなメッセージだと思いました。とてもね、意識が高いような気がするんです。全体のところでも出てきたこのペンタクルのキングもそうだし、お仕事のところで出てきたエンペラーというカードもそうなんですけど、とても、素晴らしい意気込みなんですよね、これってね。仕事に対しての理想が高いというか、そうできる自分になりたいみたいな。でも、そうできてないことに対してのまた、フラストレーションっていうのも自分自身に向けてしまいそうなので、自分とか他者にね。本当に今日一日頑張れたら最高みたいな感じで過ごしてみてください。それがいいのかなって思いました。ちょっと人間関係見てみますね。人間関係ね。もう、ほんと待ってましたじゃないですか。4月の24日以降かな。で、これはちょっと楽しみだから、ちょっと別で撮りますね、ちゃんと。ワンドのエースと、カップの8と、ペンタクルスの3ですね。どっちでもいいです。パートナーシップがすごく開かれているので、新しい出会いを求めている方にとっては、これまでのタイプとは違う人たち、違うタイプの人と関わるきっかけが出てくるのかなって思いますし、昔は、自分はこういう人が好きなんだって思い込んでたけど、いや違うわ。新しいタイプと出会っていこうみたいに思ったり、仕事でもプライベートでもどちらでもやる気があるし、伊手座さんに人が寄ってくる感じがしますね、これは。木の蜜に蜂が寄ってきてるみたいなカードなんですけど、いや、ほんとそんな感じがしますよ。そして、お仕事は特にいいです。仕事を通しての人間関係がすごく広がるし、そんな風になると思わなかったみたいな、そういう人との出会いがあったり、そこから広がったりとかね、声かけられるっていうのかな、お仕事上で。それもあるし、別に仕事だけじゃなくて、プライベートでも、趣味の合う人との関係が、トントンといく感じ。一個行ってシューンって終わるんじゃなくて、一個行ったらそのままトントントンって行きそうな感じなんですよ。その後の波紋が広がるっていうのかな、関係性が広がってる感じがするので、ぜひ期待を持って、人と関わってみてほしいなって思います。はい。その辺のね、詳しいことは、26日のお話会でお話しますので、ご興味ある方はぜひご参加ください。一人一人のチャートをね、作ってもらって、資料もお渡ししますのでね。では、ちょっと最後にオラクルカードを見てみたいと思います。伊手座さん、これかな？はい、どうでしょうか？このカードを見て皆さんもメッセージ受け取ってくださいね。バランスっていうカードが出てますね。自分のエネルギーを中心に持ちましょうとか、自分自身をちゃんとケアしましょうっていうカードだったりするので、いいと思います。冒頭でお伝えしたようなね、ちょっとあまりにもやりすぎるとか、自分の理想の状態を超えてまで何かをやろうとするということはせずに、バランスをとっていきましょう。これもバランスという意味です。これもバランスというカードなので、そんな感じかな。はい。ということで、ぜひ豊かな時間をお過ごしください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。